あなたは日本の犯罪史上最悪の少年犯罪事件をご存知でしょうか。遡ること32年前の1988年11月25日、埼玉県三郷市。事件の犯人は当時16歳から18歳の少年でした。彼らは見ず知らずの女子高生を40日間にわたり監禁、暴行を加え続けた挙句、殺害しコンクリート詰めにして破棄したのです。通称女子高生コンクリート詰め殺人事件と呼ばれる日本の犯罪史に残る少年犯罪事件なんです。しかし、そんな凶悪事件を犯したにもかかわらず、少年法により当時未成年の容疑者たちの実名報道はなし。さらに、刑罰もとても軽いものだったんです。そして、その軽すぎる罰は、再び悲しい事件を引き起こしてしまうことになりました。なんと、出所後に容疑者たちは再犯を犯したんです。なんと、容疑者4人のうち、3人もが。史上最悪の少年犯罪を犯した未成年の4人組。そんな彼らが過ごす出所後の人生とは一体どんなものなのか。そこには誰もが予想できない結末が待っていたんです。おそっす、けんちゃんです。どうも、ヤミヤミこです。おそっす。あんた、はいどうもって言いそうになったわよね。はいどうもから無理やりオスオスに軌道修正した。慣れてないわね、まだね。オスオスに。おっす。オスオスでしょ、そこ。今回はですね、少年犯罪史上最悪と言われている事件、女子高生コンクリート殺人事件というね、非常に恐ろしい事件です。聞くからね、やばい名前ね。今回ね、アルゴメトリーでもね、紹介できる範囲でね、紹介しつつね、犯罪を犯したね、少年たち出所してるんですけど、その後のね、彼らたちの人生にもフォーカスを当ててね、見ていきたいと思います。まず犯人となった少年4人たちは、一体どのようにして事件を起こしたんでしょうか。そこから見ていきたいと思います。事件の発覚。1988年に発覚した女子高生コンクリート詰め殺人事件。この事件は1989年3月以降に彼らが犯した別の事件での逮捕がきっかけで発覚したんです。そして裁判が始まり、事件の残虐さが明らかとなっていきます。この事件が発生したのは JR 常磐線綾瀬駅からほど近い住宅街にあった湊真二の実家。犯人の一人である湊真二は父親、母親、兄と暮らす至って普通の家族ではないんです。彼の家は近隣住民だけが知る真実が隠されていたんです。湊真二は足立の学習院として知られる名門中学校の出身であり、都内で唯一の科学専門工業学校に進学する優秀な生徒でした。さらに彼の両親は共に医療従事者であり、父親は診療所の事務局長、母親は主任看護師を務めるという一見犯罪とは無関係に見える家庭なんです。むしろ犯罪を犯しそうじゃないエリートじゃないこれ。まあそうなんですよ。一見そう見えるんですけど、実はね、ある問題をね、抱えていたんです。彼の家に隠されていた真実とは、厳しすぎるしつけ。湊真二の父親は近隣住民からは非常にスパルタで知られており、家の決められたルールを少しでも破れば母親から報告され、父親の厳しいしつけが待っていたというんです。ちょっとある説ではあるんですけど、凶悪犯罪を起こす人の、父とかね、母ほどしつけが厳しすぎるっていうね、傾向、アルゴメトリーとかでもよくあるんですけど、そういう傾向がね、あるんですよ。で、今回ね、犯罪を犯した湊真二のね、両親もね、そういった傾向が見られる両親だったんです。そんな恐怖を感じる生活が続き、彼は徐々に非行に走るようになります。そして通っていた高校を中退。同じ中学校出身で、湊と同じくすでに高校を中退離脱していた宮野、小倉、渡辺と共に行動を共にするようになります。そして彼らと付き合い出したことで、湊の非行に拍車がかかってしまうことになるんです。当時の4人は彼らの先輩に足立区を拠点にしている暴力団の組員がいたことから、その組の青年部組織を気取って極征会と名乗って様々な犯罪に手を染めていたんです。もうこの時点でクソ。女性を狙ったひったくり、車を利用した暴行事件など、少年の域を超えた凶悪事件を次々に起こしていくんです。そして起きたのが女子高生コンクリート詰め殺人事件だったんです。そもそもなんで湊真二は40日間も女子高生をね、監禁できたんでしょうか。確かに両親も、兄もいてそのまましとくなんてこと、あんま考えられないわよね。その答えは少年時代の湊真二に隠されていたんです。女子高生を自宅に監禁しながら約40日間もやり過ごせた理由は大きく分けて2つあります。その理由の一つが暴力。実は母親と兄は女子高生が監禁され暴行された事実を黙認していたんです。そんなある日、母親は女子高生の存在に気づき逃がそうと試みます。しかし逃がしきる直前、湊に見つかってしまい1時間にわたり暴力を振るわれ続けていたんです。そのトラウマから母親は見て見ぬふりをしてしまったんです。また湊の兄は少女の監禁の一部始終を見ていましたが、彼もまた黙認していたというんです。被害者をかわいそうに思い、時には食事を運んであげたこともあったといいます。しかしそれでも少女を逃がさなかった
かったのは、弟である湊真司の暴力を恐れたからだと言われています。そう、暴行を受けて育った湊真司はいつしか家族を暴行する側になっていたんです。その頃、父親はというと、頻繁に政治的な運動にも参加しており、それに追われる生活を送っていたため、家庭を顧みることすらなかったんです。こうして、この事件は最悪の事態へと発展。被害者である女子高生は、湊の自宅で約40日間にもわたり暴行され続け、その尊い命を失ってしまったんです。しかし、この日本の犯罪史上類を見ないほど残虐な犯行を起こした少年たちの社会復帰は考えられないほど早いものだったんです。ここからは事件を起こした後の彼らの人生にフォーカスしていきたいと思うんですけど、一体どのような生活を送っていたと思いますか？罪は消えることはないぐらいのことをしてるわけだから、反省して人の役に立つようなことをして生きててほしいって思うけどね、偉そうだけど。ぶっちゃけると、こんなに事件を起こすやつらの人間性、倫理性含めてまともであるはずもね、ないんですよね、ぶっちゃけると。この史上最悪の少年犯罪を犯した少年4人たちなんですが、事件後の彼らを待ち受けていた運命とは？出所後の湊。加害者である少年4人は少年院に入った後ほどなくして出所することになるんです。この凶悪事件により湊に課せられた刑は懲役5年以上9年以下の不定期刑だったんです。ちょっと軽すぎるんじゃないって思っちゃうけどね、普通だったら無期懲役とか死刑じゃない、こういう場合って。犯罪のね、内容に対するこの罪のね、重さっていうとすごい軽いんですよ。でも理由があるんですよね、そこにはもちろん。なんでだと思いますか、皆さん。湊の軽すぎる刑罰の理由は少年法でした。社会では法律により犯罪を犯した人間にはそれに応じた罰を与えることで更生を促したり犯罪を抑制します。しかし法律には一つ大きな問題があったんです。それが大人と少年を同様の基準で裁いていいのかということ。例えばなんですけど、誰かを殴って怪我させたっていう場合に、中学生が殴ったっていうのと30歳の人が殴ったっていうので言うと、それぞれの精神の成熟度っていうのが違うんですよね。そこで子供の今後の人間性の変化の大きさが違うため、対処の方法も変わってくるべきと考えられ生まれたのが少年法だったんです。つまり成人へは罰を負わせることで罪の大きさを知らせ再発を防ぎ、少年には罰を与えるだけではなく教育的機会を設けることを通して再発を防ぐという考えなんです。しかし少年法には様々な問題点が挙げられ、廃止すべきという声も多く存在するんです。最も大きな理由が刑の軽さ。教育的機会を設けることを通して再発を防ぐという思想により、少年法では成人の場合に加え刑期がかなり短くなっているんです。そういった理由から、どうせ少年法で軽微で済むという考えが生まれてしまい、犯罪の抑制につながりにくくなっているとも言われているんです。さらに死刑にならないことで少年少女が凶悪犯罪を犯してしまうことも懸念されています。しかしその一方で、少年少女の責任能力の問題から維持すべきという意見も多くあるんです。これは難しい問題ね、これね。実はですね、成人でね、罪を犯した人の再犯率って5割なんですけど、少年のね、未成年でね、こう罪を犯した人のね、再犯率って3割なんですよ。そこでね、少年法のね、こう是非っていうのが問われるね、ポイントにもなってくるんですよね。では少年法で守られた彼らはその後更生したのでしょうか。少年法により事件からわずか数年で湊は少年院を出所後はしばらく両親と一緒に過ごしていたんですが、その後埼玉県内にあるアパートで一人暮らしを始めました。運送業などの仕事をするも長続きはせずに転々としていたんです。また出所後、彼の評判は最悪で様々なトラブルを起こしていたんです。マンションでは当時交際していた彼女との痴話喧嘩などで怒鳴り声を出したり、何かを叩きつけるなどたびたび騒音トラブルを起こしていたというんです。さらには火災報知器を鳴らすようなトラブルを起こしたり、夜中にアパートの部屋の窓ガラスが割られる事件が発生し、監視カメラを設置されるなど様々なことが起きていたんです。そしてアパートに防犯カメラが設置された直後、居づらくなったのか更新月を待たずに退去を申請し引っ越していったというんです。全く構成してないわね。本当はクソっすよね、もう全てが。あれだけひどいことをしてね。このただのね、迷惑の住人ってだけでも終われなかったんですよ、こいつは。この頃の彼は都内にあるジムでムエタイに打ち込んでおり、プロのライセンスを取得しプロデビューを果たしているんです。しかし周囲が彼を女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人だと気づき始めたことから、逃げるようにジムを辞め引っ越したというんです。その後も福祉の仕事に就くのですが、攻撃的な性格からトラブルも絶えず職を転々とするんです。その後東京都大田区南蒲田にあるアパートに引っ越し、トラブルを起こしながらも凶悪犯罪を起こすことはなく10年2018年6月頃には再び川口市内のアパートに引っ越し、同世代ぐらいの彼女と同棲を開始したというんです。よかったね、ちょっと構成してるじゃない。全然良くないけど、もう俺も絶対許せないけど、こいつね、結婚してね、子供もねいたと言われてるんですよ。
ただこの引っ越しから2ヶ月後、湊は再び注目されることになるんです。女子高生コンクリート殺害事件から30年が経過したんですけど、犯人たちは全員少年院をね出所してるんですよね。事件後の加害者たち。2018年8月19日、埼玉県川口市にて、当時32歳の男性が警棒で殴られた上、後頸部をナイフで刺されるという殺人未遂事件が発生したんです。被害者男性の証言によると、車を運転していたところを男が睨みつけてきたため、車を止めて窓を開け咎めたところ、近づいてきて顔面を数発殴られたというんです。身の危険を感じた被害者は逃げるように促して車を発進させようとしました。すると、開いていた窓から刃渡り8センチの折りたたみナイフで後頸部を刺したんです。この殺人未遂事件の犯人こそ湊だったんです。こうして彼は2度目の逮捕をされることになりました。窓からねじ込むとかちょっともう暴力的すぎじゃない？ちょっといやもうマジで本当にどこまでクズなんでしょうかねっていう話なんですけど、今回は少年法適用されないんで、普通の法律の下での湊の裁判が始まるんです。2019年3月、埼玉地裁で湊の裁判は開始。彼の裁判は通常とは異質のものになりました。裁判中、署内では湊の怒鳴り声が響いていました。彼は証拠は警察による捏造だと主張したんです。逮捕当時、容疑を認めていたものの、裁判では全く逆の主張をした湊。事情聴取で犯行を認めた理由については、家族の体の具合が悪くて早く出たいから妥協して認めたってだけですと話したんです。クソ野郎だな。しかし、やはり納得がいかないと否認に転じたというんです。とはいえ、被害者の首の後ろには刺し傷があり、写真などが証拠採用されているんです。証拠が完璧に揃っているにもかかわらず、湊は刺してないと否認し続けたんです。めちゃくちゃじゃないの？いやもうずっとめちゃくちゃなんですよこいつ。その後もね湊はねめちゃくちゃな証言を繰り返すんで、裁判官とかもどんどん疲れ切ってて、裁判自体がちぐはぐになってるっていう、意味のわかんない裁判になったんですよねこれ。しかし、事件後に逮捕されるまでの間に、湊は犯行に使われたナイフを水で洗いタオルで拭くという証拠隠滅にも取れる行動をとっていたことが明らかになったんです。これらの証拠に湊も徐々に犯行を認めていきます。さらにこの事件では事件以外にも話題になることがあったんです。これ以上なんかあんの？それがね一度ねこの湊を守っていると言われる少年法なんですよね。実はこの事件では少年法のあり方について大きな議論となったんです。新聞社やテレビ局などが湊を女子高生コンクリート詰め殺人事件を起こした少年 C であることを報じなかったんです。これにネット上では少年法を歪曲して解釈しているとして炎上騒ぎが起きたんです。またこの炎上騒ぎが起きた理由は湊ではなく他3人の出所後の生活もあったんです。他の3人ってあの事件の犯人たちのことでしょ？そうなんですよ、ここからは湊以外の3人について、その後のね人生をね追っていきたいと思います。主犯である宮野は2010年に出所後、無作為に全国の個人宅に電話をかけ、パチンコ必勝法の情報量の名目で現金を騙し取る振り込め詐欺で逮捕。もうクソ少年 B とされた小倉は1999年に出所後、暴力団の構成員になります。そして知人を監禁した挙句暴力行為を加えるという、まさに女子高生コンクリート詰め殺人事件と同様の事件を起こし、監禁致傷で懲役4年の実刑判決を受けることになったんです。結果として女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人のうち4人中3人が再犯を起こしていたんです。結局、みんな捕まってんじゃないの？またそうなんですよね。先ほども言ったようにですね、少年法によって裁かれた少年たちの再犯率っていうのは 30%、3割、成人に比べてやっぱ再犯率低いし、そもそもね少年の再犯者数のつまり絶対数もね年々減少傾向にあるんで、いい面もあるとは言われてるんですよね。しかし一方で今回の事件の犯人は出所後もその異常性などに変化がなく、事件に対する後悔もない。それどころか過去の事件を武勇伝のように語っていたというんです。被害者の多くは子供たち。自分の愛する子供をある日突然失うという遺族の計り知れない喪失感。それにもかかわらず短い刑期で社会復帰したため、凶悪犯罪に手を染める子供たちの存在や少年法を盾にして未成年に犯罪をさせる暴力団が存在するなど、様々な側面を持つ少年法。皆さんはどう思いますか？少年法は廃止にすべきだという意見も多く、その是非については長年多くの専門家たちが議論を行っています。私たちは今こそ少年法を見直す時に来ているのかもしれません。今回ね少年法っていうのをテーマにしてきたんですけど、所詮ねちょっと人間が作ったものなんで、いい面とか悪い面ってやっぱあると思うんですけど、そこら辺どう思いますよ？この少年法ってその成人と違って中学生と成人を同じ基準で裁いちゃダメだと思うから、少年法によって罪をちょっと軽くするっていうのは賛成だけど、現状こうやって問題が起きてるわけじゃない。
再犯してる人がいるっていうひどい事件また起こしちゃってる、まあ、欠陥があるってことだから改正し続けていくべきではあるわよね、少年をずっと。人間がね作った法律なんで完璧なものっていうのはないっていう前提ではあるんですけど、中学生になったら結構ね善悪の判断つくと思ってて、まだまだちょっと少年法甘いかなっていうのが僕の個人的見解なんで、なんかあんまりこう少年だからって言って再犯率がどうとかっていう以前に、なんか本当にそこの罪をしっかり償ってほしいですね。はい。まあこの人たちはもっと厳しい刑で罰せられるべきだったと思いますね。この動画元犯人の方見てたら本当に反省してほしいです。事件に関わったことを裏で自慢してるみたいなこととか、本当に許せないし、まあでもなんか私はちょっと視聴者の意見も聞いてみたいけどね、何かご意見あればね、アルゴメントでねコメント欄でも教えてくれたらね、ちょっと僕たちもちょっと参考になるんで、よろしくお願いします。